右側の方を置きたかった、置くつもりだったんで、自分の中で計画してたものと50%ぐらいは変わっていく。自分で描いた図面で逆に縛られちゃう。だけど、それは自分で描いたんじゃねえの。おはようございます。はい。はい。はい。ここは、ちょっと図面描いたり、ここで、計画練ったり、という、ここ一人になれる部屋。そうそう。もうちょっとね。えっと、これね、これちょうど20歳の時に、造園の大学行った時に、これで生きていこうと決めた時の記念の、だから絶えず、自分が挫折した時のことなんです。初心に帰るということで、この写真を見て、そこを思い出して、また奮起して、という形で置いてあります。本当にね、作って我々の普段こう作ってるものの映像がそんだけ皆さんが見ていただいてくれるっていうのは本当にありがたいことであって、本当に感謝いたしております。ありがとうございました。はい。黒っつうのがですね、デザイン的に黒っつうのが、材料自体が、あそこから出てきた材料が石なんで、その石なんかも最初から、どんだけあってどうだっつうのを下調べして考えていかなかったので、大体の大まかな形で出てきたものを使っていこうと。これがある程度、私自身の考え、庭作り方の基本になってますから、だから、あえて調べて調査してっつうよりも、偶然性つうか、そこに出てきたものに関して、こうだという形で、作っていった。実際に出てきた石っつうのが、最初に思ったよりも少なかったっつう。ちょっと思ってたより、出てきた石が小さかったんで、ちょっとそこでどうしようかという悩みましたけどね。そうです。だからその面白さっていうか、自分では現場の面白さっていうのは、なんか、そういうところに見出してるっていうところもあるんですよね。うん。そうだね。だから、基本の形は多分そんなに滝を作って、流れ作って、島を作ってというものは変わってないですけど、その一つずつがちょっとボリューム感が多く、どんどんって出たかもわかりませんけどね。はい。うん。こだわったのはやっぱし広いの中でもごく一部建物周りに5メーターで長さが15メーターぐらいで幅が5メーターぐらいの中で限定したですから、あと残った部分をいかにこうその経を取り込むかという感じですね。今その他の部分がどうつながる、その経に一緒に溶け込んでくるかということが一番やっぱり苦心したっつうか、いや結構うまくいったと思います。
瓦芸にしても光悦においてもそういうのはなんかもう結構バランスよくできたかなとは自分では思ってます。まあ基本は建物から部屋から見てどうという方向性になりますけども、作ったところ存在の形っていうのはやっぱり気になりますよね。本当にこうスケッチなん本でイメージ、まあだから先ほど言いました滝があって流れがあって、で最初は右側の方を置きたかった、置くつもりだったんですけど、だけどちょっと現場で逆に違うなという成長性が左の方に変わりましたから、逆にこれが反復っつうかこうなってますけど、これがこういう感じで、だからこれも最初のイメージと現地で静止して草なんか買った時点で空間がバーって出た時点において、あ、これ違うと、そこでまず変更。なぜかっつうと、我々の仕事って図面渡されてそれは忠実にないっつう形の職業じゃないんで、まあ我々の場合は自分で考え自分で作ることの良さっていうのはその状況に応じて変えていくっていう形なんで、ですから最初に話はこれで持っていきました。だけども作ってもうその時点で逆転しますよ、こっちの方向からやっていう話は当然お客さんにお伝えして了解を得てという形で、ですからスタートからそういうもう自分の中でこう最初のイメージで最初に計画してたものと結構10% ぐらいは変わっていく。だから平面図なんかも最初の平面図は本当に光悦が左側でなってます。でそれが変わりました。これが自分の作り方っつうか、まず第一は、はい。だからひょっとしたら右側でそのまま進めたら多分池なんかも島なんかももっと大きくなってたと思うんですよ。でそれがきれいにした時点においてああやって香木が木刻ないってそういうのがまあね切り倒すのもったいない生かしていくっつう形だ、そういうのでまた流れがもう方向性も変わりましたし、このイメージだ図面のイメージだと建物際のところがもっと砂利的な空間が、できるのイメージだったんですけどね。だけどそれは逆に結果的には非常に良かった。そういうじゃなくて最初のこの段階です進んでいかなかったのが良かったと思います。うん。見ない。うん。そうだね、お客さんに見積もりとして、ある程度ね、こんだけのボリューム、提出するためのなんか資料としてお渡しするくらいで、現場においては、見ないっつう、だって現場に行けばもう建物があって道路って高低差も、ここの高低差はその現場にもう合わせていかないといけないわけじゃないですか。で、水使うと高いとこから下に流れるっつうか、もうだし、だからさっきも言ったんだけど自分で描いた図面で逆に縛られちゃうっつう、最初にデザインをそのデザインじゃなきゃいけない。だけどそれは自分で描いたんじゃねえのか、描いたんで自分で作るんだから、だからそこのねデザインつ設計っていうのはマイナス点もあるんですよ。最初の思いつきがいいと思う。だけど現場主義だとこの現場において考えていくと結構変わっちゃう。だからあとはもうイメージでやっていくしかないです。
作業中はね、だから、やっぱし、毎日毎日、ちょっと、ここが、とかね、だからブロックなんか積んでても、この高さで、いやいや、ひょっとしたら、もう一段欲しかったかなとか、だからそれは、ちょっと自分の、その現場に立った時のイメージで変わりますね。高さとか、ああいうのは。そうそう。最初に書いて縛られちゃうっていうのがすごく自分で書いてんのに自分で縛っちゃうっていうのは若い時結構ありましたからね。で書いた図面を忠実にやっていくっていうのはちょっと性に合わないかもわかんないです。造園の面白さってそこがやっぱりあるのかなと。まあこれもお客さんが承知してくれない限りちょっとあれですけど、まあ今んとこ結構皆さんお客様が問題なくやらさせていただいてるんでありがたく思ってるんですけど。ああ、まあ自然物だからね、使うもの自体がね。そうなんだよね。そういう必要性が結構日本庭園においては必要ないからね、余計に自然のものを使って自然の材料で表していく場合には逆にこっちも作り方を自然っぽくなんか感覚でやっていったものはいいのかなと。だからちょっと高低差なんかも自分の目を信じて高さ的にバランス的にとかやっぱしね、昔からそうなんですけど、コンパスできれいに円を描いたやつ切り取ってその円よりなんか庭の自然と植物と合うっつったら自分で完璧な円だなと思って置いたものの方のは植物なんかとのしっくり感っていうかそれはあるのよね。実際に測ったら全然ちょっと楕円形っぽいかわかんないんだけど、だからそういう感覚っていうのがやっぱり我々のこの造園の楽しいところでもある。これだね。これ。大体もう20歳ぐらいの時から、成長してないから、大体15、20つ形のまま。そうですね、イメージ以上にあんだけ苔も、あと出てきた植物自体も面白い形の、ね、もみじにしても、キャラにしても、ちょっといろんな植物の形がもう自然とした形をそのまま移植したり使わせてもらったんで、だからかえって自分が思ってた以上に良かったと思いますよ。うん、で伝統的な日本庭園を作っている方は神社仏閣で私多分そっちの方から見たらちょっと違うスタイルのもっとこだわってる方がいっぱいいますし、そういうのは俺にはできないし、うん、そうだね、セットみたいなもんだね。ああ、続編ね。うん。一応やっぱし、なんかだけ指定のとこだけ決めて作りましたけども、やっぱし、松坂さんの敷地、道路、林地、そういうとこはもう全然手つけてないんで、これからは日本庭園以外のところの整備、大きなところは蔵、蔵自体のちょっとリメイク、まあ我々造園的にできる外回りのリメイク、それからあと道路に面したところの生垣をちょっと変えていく。切ったところですね、あそこの入り口を、あそこに今度は切ったところの生垣になってる生垣自体も変えていくと門構えという感じになりますね。
一応ですね、お客様と話もちょっと詰めて OK もらいましたもんで、ですからもう、着工、まあ年内にちょっと入れるかなということですね。それが多分、まあ皆様にね、見せることが来年また何回ぐらいになるのかわかんないですけど、ちょっと希望的に、ここ全部の広範囲ですから、やることも多いんで、まあ、とにかく、チャレンジっていうかな、まあ、建物の蔵のリメイク的なものを、門構えをどのような形で、作っていくか、それに対してアプローチもどうしたらいいか、現在4点を作ったつなぎをどうしたらいいかまあ、非常にまた自分としては新たな挑戦するつもりで仕事には挑んでいきますけども、はい。そうそう。だから、なんかね、ちょっとそういうあるかもしれない。だから整備したらちょっとオープンガーデンみたいな、ちょっと庭を見させていただけるような日取りを決めて、可能かもわかりませんね。もう10回まで見ていただきましてありがとうございました。またちょっと、次の続編が工事が始まりますから、まあこれもまた何回ぐらいの編集になるかわかりませんけども、まあちょっといろいろ自分たちの働きっぷりを皆さんが見ていただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。